こんにちは。シェア畑菜園アドバイザーの野手山です。ここでは私がお勧めする家庭菜園流の有機無農薬にこだわった栽培を紹介しています。今回はですね、誰にもできる、穴あきビニールトンネルのですね使い方とですね開始時期の見分け方を紹介していきたいと思います。そしてですね玄関期に向かっての保温対策をですねどうしていいかということもお話ししていきたいと思います。これからですね日に日に寒さが増してってですね、1月に向かって、玄関期に入っていきます。それでですねいつ、ビニールトンネルに変えようかと皆さん悩み出していると思うんですよね。そのいつビニールトンネルに変えたかいいかという判断基準とですねそしてですねそれ以上に寒くなった時の玄関期のおすすめの保温方法を紹介していきます。最後に皆さんから寄せられた質問にもお答えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。最初にですね保温トンネルに使うビニールについてご紹介していきたいと思います。これをご覧ください。これはですねこういうふうにビニールの中に一定間隔で穴の開いているタイプです。そしてもう一つですね穴の開いてないタイプもあります。そしてですね文字の正しく読める方がハウスの外側ですって書いてあるんです。これ何のために書いてあるかというとですねこのシートはですね裏と表があるんですね。で裏側と表側とですねちょっと、素材が違いましてこれは必ず裏表があるよっていうことはですねこのノー PO という種類のこの透明シートなんですけれどもこれは何枚かのシートをですね重ね合わせて作られた非常に高級なシートになってます。これを使うのが一番いいと思います。このように文字が書いてあります。これが表側です。このように正しく文字が読めれば、裏表は逆さまではありません。正しいです。穴あきビニールトンネルと穴なしビニールトンネルの、いつ使ったらいいかの判断はですね一番重要なのは野菜の生育温度なんですね。野菜はですね発芽適温っていうのが15度から25度ぐらいでして、生育適温っていうのがですね10度から30度ぐらいの範囲なんですね。これを確保するために、ビニールトンネルを使うわけですね。ただ問題がありましてですね最高気温がですね例えば穴なしトンネルですともう15度を超えるとですね中がですね40度を超えちゃって野菜が枯れてしまう温度になってしまうんですね。その温度にならない時期に、採用するかもしその温度になる時は開けてあげるみたいなですね対策が必要になってきます。それでですね今の温度の目安なんですがよくわかんないっていう人もいるし地方によって全然違うと思うんですね。それをですね簡単に知る方法があります。それはですねこちらのですね気象庁のホームページに行ってですね自分の地方をですねクリックしてそこでやるとですねこんなような表が簡単に出てきますんでその表を参考にするといつの時期にいつ最高気温が20何度になるか最低気温が何度になるかって一目瞭然で分かりますのでそれを参考にしていただくのが一番いいと思います。東京都のですね練馬あたりですとですねだいたい基本はですね穴あきトンネルシートを使うのがですね12月からですねそういう感じで開始していきます。それでですねただキャベツとか白菜がまだ結球してないみたいな場合はですね少し早めにもう11月中旬ぐらいから、トンネルをかけて温めてあげた方がいいです。もう枯れ出してしまうとですねもうそれ以上生育しなくなりますのでその時期を守っていくといいと思います。それではですね実際に防寒対策の、見本をお見せしていきたいと思います。こちらをご覧ください。ここにはですね穴あきビニールトンネルが、かかってます。これの開始時期は、基本は12月初めからですけれども、早めにするんでしたら11月の中旬からこういう状況に東京の場合はできます。さらにですね寒くなってきたらどうするかっていうのをこれから、お見せしたいと思います。まず1番目にですね皆さん玄関期に入って多分12月の中旬以降に入ってくるんですね。すごい寒くなってきます。その時はですねこの状態じゃなくてもう1枚重ねたいんですね。それをまずご覧に入れたいと思います。はい、こちらをご覧ください。これが不織布といって化学繊維をですね紙みたいにすいて作った織物です。これをですね今ビニールかかってるトンネルの上にかぶせていきます。普通のトンネルの作り方と同じです。これはですね幅180センチの不織布を使ってます。そしてこういうふうに刺していきます。はい、このように刺していきます。それでこういうふうにかけていくとですね穴もちょっとですね塞がり風の入りも、
規制されますし、このシートとこのビニールの間にですねこう空気層ができるんで、保温効果も一枚一枚よりも上がってくるという効果があります。それでですね不織布っていうのはですねすごい破れやすいんで、このようにですね防虫ネットを上からかけて押さえてあげると、強風とかですねそういうのに飛ばされることもないですし、きれいに設置できるので、ぜひこの防虫ネットを上からかぶせる栽培をお勧めします。12月の終わりから2月の初めまではこのような形で玄関対策をしてほしいと思います。さらにですねもっと生育させたいなっていう方にはですね、ちょっと裏技がありますんで、それも紹介していきたいと思います。それはですね穴なし状態を作るってことですね。なぜ穴なしじゃ初めから使っちゃいけないのかっていうとですね、農家の人みたいにですね気温の管理が毎日管理するっていうことが我々にはできないですよね。そういうためにですね穴なしじゃあちょっと使いにくいんですけれども、1月になればですねほぼオールマイティで穴なしでいけるんで、その穴なしのこの状態で作り方をご紹介していきたいと思います。はい、裏技のその1はですねこの資材使います。これはですね夏の太陽熱消毒なんかに使ったですね透明のマルチシートです。これをですね、今この穴開きの穴の開いてる部分にこうかけていくんですね。で穴なしの、ビニールシート状になります。ただこのままですと飛んでしまうので、この上にですね先ほどのように不織布をかけて防虫ネットをかけるみたいな構造にしていけば、結構中が温まって、生育可能になる保温トンネルが作られます。第2の方法はですねこの穴開きシートをですね使ってですね2枚重ねてかける位置をずらすと穴が塞がりますよね。透明マルチをですねお持ちでない場合はですねもし穴開きマルチが余ってるならこのような2枚重ねをしてもいいと思いますし、わざわざ買わなくてもですねゴミ袋なんかを広げてですねそういうふうに応用して、それをテープで留めるみたいな方法でも穴は塞がりますんで、そこら辺はアイデア次第だと思います。今ですね、穴なしビニールトンネルが玄関期には最高だよとお話したんですが、穴なしビニールトンネルにですね大きな欠点があるんですね。透明ですとですね真冬のですね放射冷却といって、夜快晴の日ですね空の方にですね熱が逃げていく現象があるんですね。あれをですね防げなくなっちゃうんですね。それを防ぐためにはですねこの上にですねそれをトンネルでせっかく温まった熱が逃げないような対策をしたいんですね。それは透明なものじゃなくて例えばですねこのブルーシートみたいなものを夜だけ上にかけてあげるっていうのはその方法ですごい防げますので、ちょっと手間がかかるんですが、そういう形で夜対策してあげればもうほぼ完璧な玄関対策になります。こういうふうに上にかけとくんですね。で明るくなったらこれを外してあげるという形ですね。これがですね玄関期に栽培を続けられる重ね木保温の方法です。皆さんも楽しみながらこのように徐々に重ねていって栽培をしてみてください。きっとですねこのトンネルの中でですねすくすく育っていくけなげな野菜の成長ぶりに感激することと思います。はい、それでは質問コーナーに入ります。こちらのランキングに寄せられた質問にお答えしていきます。質問はですね初めてキャベツを苗から栽培して、出来栄えは上々だったんです。ただ一株だけですね双子のキャベツができてしまいました。なぜこのような状態になってしまったのでしょうか。多分若い苗の頃にですね新食い虫というですね成長点を食べちゃう虫がいるんですね。それに成長点を食べられてしまったんですね。本来成長する芽がですね育たなくなって脇からですね脇芽が出てきて脇芽が大きく育ったんだと思うんですね。この写真を見ていただくと分かるんですが、このようにですね脇芽をですね食べられた場合は、そのまま育てていくとちょっと大きくはならないんですが、ちゃんとこのように結球します。11月にキャベツを収穫なさった方はですねチャンスがあるなら上の食べられる部分だけ取って外の葉っぱですねなるべく外の葉っぱを、残すようにうまく切っていただくとですねこのようにですねまたそこから脇芽が出て小さいキャベツが春には取れますので、もしよろしかったらチャレンジしてみてください。今回はここまでです。皆さんも寒い中頑張って挑戦していただきたいなと思います。
今後もこのようにですね能登山流の有機無農薬栽培をいろいろ紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。シェア畑菜園アドバイザーの能登山がお送りしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。